For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and speaking. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。週末に IKEA 原宿店に行ってきました。 IKEA マニアレジェンドの森ゆかさんのトークショーがあったんですね。めちゃくちゃ楽しかったですね。光栄なことに私の YouTube もね紹介してくださいまして、本当にもう光栄なことでございます。今回の動画は前回に引き続きまして春の怒涛の新商品ラッシュを紹介していきます。売り切れる前にぜひチェックしてください。まずは巷で話題のこちらの商品から紹介していきます。 IKEA の定番のボックスだったバリエラの後継品で、ついにホワイトが発売されたので早速買ってきました。こちらの大きいサイズと小さいサイズ両方買ってみました。まず質感がですね、このように伝わりますか？マットな質感になっています。さらっとしているんですね。もともと売ってたバリエラボックスとサイズは全く同じですが、だいぶ軽いんですよね。メイドイン台湾という記載がありました。また、耐熱70度で食洗機 OK のマークが入っていました。非常にしっかりした作りではあるんですけども、軽くなったのは嬉しいですよね。右側のがもともと売ってたバリエラボックスです。比べてみると色味もねちょっと違うのかなって気はします。こちらのシリーズはピンクとグリーンとブラックが売っています。どれもマットな質感になっています。ピンクがすごく可愛くって私は使っています。化粧品のストック入れみたいな感じで使っています。このボックスの形状の特徴は片側が、壁が高くなっていて中身が見えづらくって、こちら向きにすると壁が低くなっていて中身が視認しやすいという特徴があります。なので場所や用途に合わせて使い分けることができます。あとこちらのボックスはすごくおすすめの使い方があって、ちょっとピンポイントなんですけども、パナソニックの C ラインというシリーズの洗面台をお使いの方は引き出しがですね、このバリエラボックスがぴったりなんですよめちゃくちゃぴったりなんですよ。この引き出しって皆さん何入れてます？これ洗面台のね引き出しって何入れるかすごい迷うんですけど、私はドライヤーとアイロンを入れています。このボックスの小さい方は縦向きっていうんですか、この向きにぴったり収まることができます。本当にねぴったりなんですよ。でお掃除するようなスポンジのストックなどをね入れたりドライヤーを入れたりしています。で先ほどの大きいサイズは横向きにするとぴったり入ります。高さもねすごいギリギリぴったりっていうんですかね、はい、ほんとぴったりです。でここはちょっとまた新商品を使ってやりたいことがありました。ここにね引っ掛けて使いたかったんですけど、ちょっとギリギリすぎてねちょっと残念ながらこれは失敗でしたね。引き出しが閉まりませんでした。本当はねこんな風にねアイロンを入れたりしたかったんですよね。この新商品はこの後すぐ紹介するんですけども、ちょっとここにはね残念ながら使えなかったんで、結局今回はもうドライヤーそのままアイロンとドライヤーこのまま入れました。こちらのベージュの収納グッズはですね新商品でして、ベージュですごく可愛いんですけども、引き出しオーガナイザーで吊り下げ式になっています。先ほどのボックス、大きい方のボックスにぴったり収まります。こちらはポーチみたいなものになってて、どちらも内側がコーティングされてまして汚れに強いのかなっていう感じでした。で小さく畳めるのもいいですよね。こちらのボックスセットも内側が全部つるっとしたコーティングになってて汚れに強いのかなと思いました。引き出しの中がねこんな可愛かったらテンション上がりますよね。続きましてすごいのが出たので紹介するんですけども、こちらは本棚ビリー用の扉なんですけども、見てください、めっちゃ可愛くないですか？素材は竹のようです。ホワイトとの組み合わせがすごく可愛いですよね。軽やかな印象ですね。中は少し透ける感じだと思います。持
私最近ビリーの扉買ったばっかりなんですよね。もう最近って言ってももう何ヶ月か前ですけど、これはねめちゃくちゃ可愛いです。もともとビリーって大人気の本棚ですけども、さらにこの扉が出て人気出そうですね。まだね本棚に実際に設置されているディスプレイは出てなかったんですよね。前回の動画でも紹介したんですけども、ポカールっていう種類のグラスのブルーとパープルが出てまして、これはね我慢ならずやっぱり買ってきてしまいました。すごいね綺麗な色味なんですよね。でもうさ1個単位で買えるのもすごい嬉しいですよね。たっぷり入るサイズ感もすごく気に入りました。大きいんですけども非常に持ちやすいんですよね。皆さんならブルー、パープルどちらを選びますか？ぜひコメント欄で教えてください。どっちもですよね。どっちもだわこれ。続きましては照明コーナーなんですけども、こちらの電球がついに日本でも発売されました。これは買ったんですよね。後で紹介します。先にこちらのペンダントライトを紹介します。電球は好きなものを選べるんですけども、その2個電球がつけられるのも非常におしゃれですし、実際にねディスプレイされているルームセットがあったんですけども、すごいモダンな雰囲気で素敵ですよね。シンプルながらも波形が目を引きますよね。こちらは電球と別売りで、このペンダント部分で2499円とお手頃な価格にもなっています。で先ほどちょっと申し上げました日本では未発売だった電球がついに発売されて、もうねこれは速攻買いましたね。実際持って分かったんですけど、すごい重くって、この電球こうやってぶら下げて飾ろうとすると結構重みでずれてくるので注意が必要だなと思いました。不規則な水玉柄がすごく可愛いんですよね。で色がろうそく色っていう風に書いてありまして、温かみのある色味になっています。重みがあるのでスタンドに設置して使うのが安心かなっていうふうには思いました。ランプベースに設置するとこんな感じで、これはこれで可愛いですよね。でもやっぱり諦めきれずすぐぶら下げるんですよこれはまたコードセットで天井からぶら下げてみたものです。IKEA で人気のランプベースはこちらの大理石のものになっています。質感がすごくいいんですよね。で安定感もあります。ヨーロッパの IKEA では白くてテラゾー柄の似たようなデザインのが売ってて、それがね欲しいなと思っててね、こちらなかなか買えないんですよね。欲しいんですけど。はい、続きまして前回も紹介しましたクッギスのボックスの竹の蓋なんですけども、ちょっと気に入ったので小さいサイズも買ってみました。真ん中のがですね浅いタイプになってて、蓋は共用です。大きいタイプですね。結局ねお菓子入れになってます今無印のが 10% オフじゃないですか今。だからお菓子いっぱい買ってきたんですよね。でこの浅いタイプとミニサイズのちょっと重ねるとねすごい可愛いなと思って、この組み合わせが非常に気に入りました。結局お菓子入れになるんですけどちょうどいいですよお菓子入れに。ちなみにグレーも新色で発売されています。どちらも全てボックスだけ蓋だけと別々で買うことが可能になっています。前回の動画でも言ったんですけども、蓋がねいらないっていう場合もあるので別々で買えるのは非常にいいなと思いました。やっぱり竹の蓋になった途端可愛さ増しますよね。続きましてはデスク周りの収納グッズのコーナーなんですけども、毎年ねこんな安くていいんですかっていう商品群がありまして、それがこちらのケーブルを整理するものです。ケーブル収納トレイっていうんですかね。こちらはですねテーブルの方にクランプして使うものなんですけども、カゴの向きを逆向きにすることもできます。
メッシュが細かくってすっきり見せてくれていいなと思いました。でこちらから覗き込みますと、私今すごい体勢で撮影していますけども、浅めの作りになってますので結構使いやすそうですよね。ケーブル以外にもテーブルの下にリモコンですとかティッシュですとか置くのにもいい感じのトレイになりそうだなと思いました。でお値段も非常にお手頃でいいなと思いました。続きましては、最新ではないんですけども、こちらの、折りたためる洗面器ですね。これは購入してきました。私は今まで洗面器を持ったことがなかったのですよね。なので初めて買ってみました。折りたためますし、底はですねこう洗濯板のようになっています。なのでこすり洗いとかがねしやすくなっています。最近模様替えしたこちらのラックに、マグネットフックをつけてぶら下げて収納しています。今回ちょっと長くなって申し訳ありません。あとクッションカバーもですね新商品がたくさん出ています。こちら2個セットで999円と非常にお手頃価格なものが出ていました。またクッションカバーではなくってクッション中身入りのですねクッションもこう長方形のもので新しい柄のが出てました。あとは本当に最新ですけども、こちらのライトも、原宿店で見かけることができました。周りがプリーツみたいになってて面白いデザインなんですよね。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いつもコメントいただけて本当に嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。